こんにちは、東京ベジライフです。今日は他人を羨む気持ちだったり、他人の幸せを素直に喜べない気持ちだったり、そういう羨ましい病にかからないために私が日頃心がけていること3つをシェアしていきたいと思います。人を羨ましいと思う気持ちは誰でもあると思うんですけれども、それがありすぎて自分の成長の妨げになっているという方も結構いるかと思いますので、年末ということで今年を振り返って新しい年を少しでも清々しい気持ちで迎えられるように何かヒントになれば嬉しいです。私はヨギーな感じで他人を羨む気持ちなんてなさそうに見えるかもしれないんですけれども、もちろんそういう気持ちはあって、特に昔は友達や他人の幸せを素直に喜べない自分がいました。例えば仕事で他の人が活躍していたり成功しているように見えると落ち込んだり、プライベートでは結婚していなかった時に友達が結婚すると心から祝福できないということがよくありました。今はそういう羨ましい病をだいぶ克服することができて、そのために実践して今も心がけていること3つをシェアしていきます。1つ目は幸せや機会の量は無限大ということを忘れないことです。誰かが幸せになったり成功すると、自分がそうなるチャンスがその分減ってしまったっていう感覚になることがあるんですけれども、本当に幸せとか機会の量っていうのは無限大にあるんですね。誰かにその幸せや機会がいったら、それはその人に送るべくして起こったことで、自分の幸せや機会とは全く関係がなくて、自分の幸せや機会っていうのはその自分のタイミングで必ず巡ってきます。そう考えると、そういう幸せや機会がその人に巡ってきたっていうことを本当に心から喜んであげることができますし、自分の幸せや機会がこれから巡ってくるっていうことを楽しみにしてワクワクしながら待つことができます。2つ目は何でも競争だと思わないことです。1つ目にも関係してくるんですけれども、特に仕事で他の人が成功すると、その人が勝って自分が負けたという気持ちになることがあると思います。でも一見競争相手に見える人でも、一緒に成長して一緒に成功できる可能性っていうのはたくさんあるんですね。私は前仕事の同業の人を結構意識していて、あの人はたくさん仕事が決まってどんどん成長しているのに私だけ取り残されているっていう気持ちになることがよくありました。でも YouTube を始めてからは、例えばビューアーさんが被っているチャンネルの方っていうのは競争相手ではなくて、共通のビューアーさんを一緒に楽しませて一緒に成長できるチャンスがあると思っています。幸せ機会の量は本当に無限大なので、それをたくさんの人とシェアしても自分の幸せや機会が減るわけではなくて、むしろたくさんの人と成長することができたら幸せや機会の量もどんどん増えていくと思います。3つ目は自分を見下さないことです。他人の芝生は青く見えるということわざがありますが、自分の家にも芝生があるのになぜか隣の人の芝生が青く見えてしまうということもあると思います。他の人が幸せそうにしているのを見て、いやだってあの人は恵まれた環境で育ってるけど、私なんてお金もないし才能もないし彼氏彼女もいないしっていう風に自分を卑下しがちです。でも自分はそう思っていなくても、自分は恵まれていないって思っていたとしても、他の人から見ると実は青く見えている芝生かもしれません。例えば私も昔は辛いことがあると、なんで私ばっかりこんな目に遭うんだろうって思ったりしましたが、それを聞いて、いやあなたそんなに恵まれているのにそんな風に思うなんて信じられないっていう方もたくさんいると思います。本当にそんなもんなんです。なので私は今は辛いことがあった時でも、もっとひどい状況になっていたかもしれないと思って、逆に幸運だったと思うようにしています。そして私なんてと自分を卑下するような気持ちになるときは、その度に悲劇のヒロインぶってんじゃないよと自分にツッコミを入れるようにしています。それはなぜかというと、どうせ私なんてっていう風に言い出すと、私はこうだからできないっていう言い訳になってしまって、もっともっといい人間になろうっていう向上心がなくなってしまうからです。他人の芝生が青く見えたら自分の芝生を見つめ直して、そこに芝生があることに感謝してきちんと手入れをしていく。それができれば他人を羨ましいと思う気持ちも自然となくなっていくと思います。ということで今日は他人を羨む気持ち、他人の幸せを素直に喜べない気持ちだったり、そういう羨ましい病にかからないために私が日頃気をつけていること3つをシェアしました。嫉妬心だったりそういうネガティブな気持ちが足かせになって今の自分からなかなか成長できないというふうに思っている方に参考になれば嬉しいです。それでは See you next time!